立ち上がって。もうやめて、偽っているのは。夫が私の頭の上に流れる肉汁でびしょ濡れのまま、車道に横たわる私に向かって叫びました。彼の母、フレイヤは、夫の35歳の誕生日のために3日間庭を飾り付けていたのです。14人のゲストの前で倒れることは、彼女が計画していなかった唯一のことでした。私の名前はジュディス・サンタナ。32歳で、ケンタッキー州コビントンの獣医クリニックの請求コーディネーターとして働いています。私は日々、犬の飼い主にゴールデンレトリーバーの歯のクリーニング代を請求しており、特にその費用が私自身の最後の歯医者の訪問よりも高額であることにストレスを感じています。毎月の請求書を管理し、ペット保険会社と交渉しながら、家計をやりくりしているのですが、夫の隠れた支出のために貯金が減っていくことに心が痛みます。何とも言えない気持ちです。6時間ほど前に遡ります。6月の土曜日、レオの誕生日です。フレイヤは私たちの素朴な3ベッドルームの家を、まるでピンタレストのボードのように変えてしまいました。レオが、理想の誕生日は肉のステーキで、誰とも話さないこと、と言った男であるにもかかわらず、彼女はストリーマーやバナー、さらにはフットボール型のケーキまで用意しました。私は5ヶ月間、体調が優れませんでした。最初は足の先に感じる痺れ。長く座っている時のような感覚でした。それが悪化し、8時間の勤務がマラソンのように感じられるほどの疲労感が襲いました。視界がぼやけたり、夜のシャワーで足がもつれることもありました。レオにそのことを話すたび、彼の返事はいつも同じ。考えすぎだ。ストレスだ。水を飲め、フレイヤも、今の若い女性は体力がないと真顔で言っていましたが、彼女が夕食のパンを運んだ後に15分間座り込むのを見たことがある私には、何とも言えない気持ちでした。その土曜日、私は頑張っていました。スモークブリスケットの皿を持って、車道から裏庭の門に向かっていましたが、途中で足が止まってしまいました。何の前触れもなく、まるで誰かがプラグを引き抜いたように。私は倒れ、皿が先に落ち、その後に膝、そして顔が地面に叩きつけられました。熱いコンクリートの上で、ブリスケットの油が私のブラウスに染み込んでいくのを感じ、体が動かせず、感覚もありませんでした。つま先を動かそうとしても、何の反応もなかったのです。恐怖は言葉にできないほどでした。孤独感が私を包み、周囲の人々が私を見放しているかのように感じました。レオはグリルの前にいましたが、倒れる音を聞いて歩み寄ってきました。彼は走らず、歩いて私を見下ろし、最初の言葉は、大丈夫ではなく、本当に、ジュディス、立ち上がれ、でした。彼は私が騒ぎを起こしていると言ったのです。足が動かないと伝えると、彼の表情は心配ではなく、苛立ちに満ちていました。まるで彼の良いシャツに何かをこぼしたかのように。彼の目には、私がただの注目を求めている女のように映っていたのだと思います。理解できなかったことがあります。レオは私の健康状態が徐々に悪化することを想定していました。つまり、彼の予想通りに進むことを期待していたのです。車道での出来事は彼の計画には含まれていなかったのです。だから彼の反応を、苛立ちや、偽っているのをやめろ、という言葉は、パニックの隠れた姿だったのです。彼は数ヶ月間、周囲に語っていたストーリーに頼っていました。ジュディスは大げさだ。彼女は妄想している。注目を浴びたいだけだ。彼はパーティーにいる誰もが私を狼狽する妻として見ることを望んでいました。そして、実際にそれが成功しました。レオの同僚である背の高い男が一歩私に近づきましたが、レオは彼を無視して手を振り払いました。彼女はいつもこうだ。少し待ってやれ。その男は立ち止まり、後退しました。パーティーにいる14人の中で、誰一人私を助けに来ることはありませんでした。それが、数ヶ月間のガスライティングの成果です。1月目、仕事の後に足が痺れる感覚が続いた。毎晩、静電気のように。レオは、私がデスクで変な座り方をしていると言った。2月目、疲労感が壁のように襲ってきた。帰宅すると、夕食までずっと眠り続けた。
私は仕事で引きずり、請求書のミスを繰り返した。3年間、請求を間違えたことがなかった私が。フレアがそれを聞いてレオに言った。最近の若い女性は、スタミナがないのね。自分の膝に負担をかけないように早期退職した彼女が言う言葉とは思えなかった。3月期目、ファイル処理中に視界がぼやける瞬間が訪れた。画面がぼやけたまま40秒ほど続き、その後、視界は回復した。恐怖を感じた私は、医者の予約を試みたが、レオが4ヶ月前に職を変えた際、私を健康保険に登録し忘れたことに気づいた。彼はそれを処理すると言ったが、数週間が過ぎても何も進展はなかった。今思えば、これは単なる忘れ物ではなかった。保険のない妻は、医療記録を持たない妻だ。4月期目、シャワー中に足がもつれ、そのままタイルに倒れ込んだ。事前の警告もなく、フレアが訪れる際に取り付けたグラブバーを掴んで何とか持ちこたえた。レオに話すと、コンディショナーで滑ったのだろうと言った。夜、足がまたもつれた時のために、ベッドの脇に懐中電灯を置くようになった。これが、真夜中に頭を打たずに済むためのパラノイア的な対策になるとは思いもしなかった。5月期目、痺れが足首を越えて広がった。まるで他の誰かの足のように感じた。レオが保険の手続きをするのを待つのをやめ、自分で医者の予約を取った。小さな緊急用口座から現金で$285を支払った。そのお金は、祖母が19歳の時に言った言葉を思い出させるものであった。すべての女性は、他の誰にも触れられないお金を持つべき。その日、受付にその現金を渡した時ほど、その言葉の価値を感じたことはなかった。医者は血液検査を指示したが、結果が出る前に、私はドライブウェイで倒れた。5ヶ月間、毎晩飲んでいたハーブティーが、少しずつ変わった味になっていることに気づいた。レオがブランドを変えたと言っていたが、特に気に留めなかった。だが、彼はその5ヶ月間、毎晩欠かさず私のためにそのお茶を入れてくれていた。記念日を2年連続で忘れ、牛乳を買うことすら覚えていない彼が、私のためにお茶を作り続けていたのだ。レオは私の病気を気にかけていると周囲に言いふらしていた。巫女背前から、彼は私が病気に執着していると話していた。妹のノエルが心配して連絡してきたとき、私はその言葉がどれほどの影響力を持つかを実感した。ガスライティングは、被害者だけでなく、周囲の人々も欺く。午後4時47分、救急車が到着した。私はその時刻をはっきり覚えている。レオの庭にあった大きな時計が見えたからだ。救急隊員のターニャ・イーストマンは、14年間の経験から来る冷静さを保ちながら私のそばに膝をついた。彼女はすぐに神経チェックを始め、私の両足の感覚を調べ、反射神経を確認した。私の下半身には全く感覚がなかった。彼女は私の膝を叩いたが、何の反応もなかった。彼女の表情は変わらなかったが、記録が長くなっていくのを見た。私の症状が始まったのは5ヶ月前、薬は特にない。レオが夜のお茶を作ってくれていたことを話すと、彼女は特に反応しなかった。レオはその場で私の病歴を語り、心配しているように見えたが、ターニャには彼の行動が明らかに不自然であることが分かった。彼女は無線で警察を呼び、状況を報告した。レオはその言葉を聞いて緊張したが、ターニャは冷静に彼に交代するように伝えた。彼は不満そうだったが、ターニャの真剣な口調には逆らわなかった。私が救急車に乗せられた時、レオは同情せず、ゲストの面倒を見なければならないと言った。フレアはすでに庭で、みんなに私が朝には大丈夫になると言っていた。ストレッチャーの上で天井を見上げながら、ターニャが私のバイタルをチェックしながら言った言葉が、医療的なものではないことに気づいた。あなたは狂っていない、その言葉に、私は崩れそうになった。彼は3時間後に現れた。その間、何も聞かず、ただ私の部屋に歩み寄った。医者の話も、私の痛みも、モニターの様子も気にせず、彼が口にしたのは、家がパーティーで散らかっているから、いつ退院できるかということだけだった。そして、彼は隅の椅子に座り、20分間も携帯を見ていた。私は、
感覚のない足を横にしながら、夫がボーリングリーグのグループチャットをスクロールしているのを見ていた。これが私が選んだ男。私が結婚した男。時には、男の趣味が悪すぎて、彼らを責めることもできない。午後9時頃、看護師が入ってきた。彼女は、自宅で安全だと感じていますかと尋ねた。その問いは誰にでも聞かれるが、彼女はゆっくりとした口調で、目を合わせて、待っていた。私は自動的に、はいと答えたが、その言葉は胸の中で石のように重くのしかかった。私はただ時間と携帯しか持っていなかった。共同名義の銀行口座にログインすると、1200ドルは依然として、車の修理と表示されていた。しかし、画面をただ見つめる中で、私は以前見逃していたものに気づいた。フローレンス、ケンタッキーの ATM からの少額の引き出し、1回につき60ドル。私たちはフローレンスに住んでいないし、フローレンスで買い物もしない。フローレンスに知り合いもいない。引き出しは1ヶ月前から続いていた。家賃のように定期的だった。その夜、私は眠れなかった。午前6時頃、私の部屋のドアが開いた。医者が入ってきて、後ろには見知らぬ2人がいた。スクラブを着た女性が病院の患者アドボケートだと自己紹介し、もう一人は暗いブレザーを着てバッジをつけた女性だった。医者は私のベッドのそばに椅子を引き寄せて座った。そこで私は悟った。医者は良い知らせのために椅子を引かない。次に来ることのために私を静かにさせるための椅子だ。バッジを持った女性は、ケントン郡警察のアルサ、ファム警部補、40代半ばの女性。無駄のない髪型。クリントン政権以来、驚いたことがないような顔をしていた。彼女は私のベッドの隣のプラスチック製の椅子に座り、まるで何度も経験しているかのようだった。医者は最初に話し始め、MRI の結果を慎重に説明した。それはまるで判決を読むようだった。スキャンは末梢神経系の進行性の損傷を示し、特に神経線維の脱髄が確認された。平易な言葉で言えば、私の神経を覆う保護膜が剥がれていた。彼は、このパターンは多発性硬化症とも自己免疫疾患とも一致しないと言った。それは科学的なもので、何かが私の神経を内側から破壊しており、それが数ヶ月にわたって続いていることが分かった。そして、毒物検査の結果が出た。私の血液中にエチレン塩素が見つかった。もしそれが何か知らなければ、私も知らなかった。それは工業用溶剤、塗料剥離剤、脱脂剤で、倉庫や製造工場で見られる化学物質だ。自動車部品流通業者の在庫管理者が毎日アクセスできる化学物質だ。私の血中のレベルは、単発の偶発的な暴露からのものではなく、数ヶ月にわたる小さな摂取の繰り返しを示していた。誰かが私にそれを与えていた。私は叫ばず、泣かず、完全に静止していた。頭が処理できない情報を受け取った時の感覚。まるでコンピューターがエラーを起こし、画面がフリーズしたかのような私。毎晩隣で寝ていた男。私にお茶を手渡し、おやすみ、ベイビーと言った男。仕事に出かける前に、時折私の額にキスをしていた男。ファム警部補はその静寂をしばらく保った後、質問を始めた。方法的に、ドラマなしで。お茶の味はいつ変わった？誰が作った？どれくらいの頻度で？レオは何をしている人なのか？私が自動車部品流通業者だと答えると、彼女は何かを書き留め、2回下線を引いた。彼女は私たちの財政、関係、フレイヤの私たちの日常生活への関与について尋ねた。レオが最近保険をかけたかどうか聞かれ、私は知らないと答えた。その表情から、彼女はすでに答えを疑っているようだった。ファムは正直だった。彼女は、濃度のレベル、タイムラインが T と一致、レオの職業上のアクセスが示すものは一つの方向を示していると言った。しかし、彼女は証拠に基づいて事件を構築すると約束してくれた。そして、その証拠は急速に集まってきた。彼らはその日のうちに私たちの家の捜索令状を取得し、レオのガレージの作業場を調べた。塗料缶や古いボーリングトロフィーの棚の後ろから、
半分空の工業用メチレン塩素の容器が見つかった。彼の雇用主は、レオがこの化合物を6ヶ月間、在庫管理の役割以上に頻繁にサインアウトしていたことを確認した。彼の上司は、レオが8年間働いていて信頼できるとみなされていたため、そのことを疑問視しなかった。それが信頼の本質だ。それは完璧な隠れ家だ。次は財務調査が行われた。私が見つけた$7400のクレジットカード、その請求は2つのことに起因していた。最初は、私に対する$35万の生命保険の月額保険料だった。7ヶ月前に取得された。簡易申請で、医療検査は不要だった。まさにレオが選んだ理由だ。申請書に私のサインは偽造されていた。次に、フローレンス、ケンタッキーのスタジオアパートメントの家賃。340平方フィートのジフィルーブの駐車場が見えるアパートで、5ヶ月前にレオの名義で契約されていた。病院で築いた ATM からの引き出しはすべて、そのアパートの2ブロック以内で行われていた。レオは単に保険金を狙っていただけではなかった。彼は私がいなくなった後に踏み込む別の生活を築いていた。彼の脱出計画は、フロレンスの悲惨なスタジオだった。彼は本当に想像力に欠けていた。そしてファムは、フレイヤのテキストメッセージを見せてくれた。一つ一つは無害に見える。息子を気にかける母親のものだが、文脈を考えると衝撃的だった。彼女は夕食の時にお茶のことを再び持ち出した。注意を促すために。彼女は火曜日に医者を予約した。パーティーは土曜日だが、彼女は何かをしでかさないことを願っている。フレイヤはただの厄介な義母ではなかった。彼女は監視者だった。私の疑念を監視し、レオにリアルタイムで情報を提供していた。彼女はお茶のことを知っていた。中身を知っていた。彼女はすべてを管理していた。これが私を打ちのめした。レオにではなく、フレイヤに。私はレオを貪欲さと臆病さに分類できそうだった。しかし、フレイヤは63歳の女性であり、母親だった。彼女はそのドライブウェイで私の上に立ち、私が動けない理由を知りながら、私が嘘をついていると非難していた。彼女は私が5ヶ月間悪化していくのを見ていた。その間、彼女の唯一の責心は、私が仕事が終わる前に医者に話さないかどうかだった。私の妹ノエルがその晩、病院に駆けつけてきた。彼女は涙が止まらず、目が腫れ上がってほとんど閉じていた。彼女は私の手を握り、ごめんねと言った。レオを信じてしまったことにごめん。あの電話にごめん。私が心の中で大丈夫かどうかを聞いたことにごめん。彼女もみんなと同じように操られていた。私は彼女に、それは彼女のせいではないと言った。心の底からそう思っていた。誰かがそれほど上手に嘘をつくと、彼らを信じる人々は愚かではない。ただ人間なのだ。ファムがその夜、去るとき、彼女はドアのところで立ち止まった。もう一つ言っておくことがあると。調査で見つかったもの。フレイヤの最初の夫、レオの父、レーモンド・グティエレスという名の男について。彼は2011年3月に49歳で亡くなった。死因は、原因不明の進行性神経障害だった。彼は亡くなる約6ヶ月前から病気だった。痺れ、疲労、運動機能の喪失。事件は自然死として閉じられた。フレイヤは悲しむ未亡人だった。ファムは、軍のアーカイブから古い事件ファイルを請求したと言った。レーモンドの死亡証明書の症状は、私のものとほとんど同じだった。彼女は、の言葉を私たちの間に置いた。そして、彼女は、おやすみと言った。この物語に引き込まれているなら、いいねボタンを押して、コメントで教えてください。こんな展開を予想しましたか？私はすべてのコメントを読み、あなたからの声が大好きです。翌朝、私たちはどこにいたのだろうか。時刻は午前5時52分。まだ暗い。鳥すらもまだ活動を始めていない、そんな早朝だった。3台の無地の車がデコリーアベニューに現れ、40時間前に私がドライブウェイに横たわっていた家の前で停車した。夫が演技をやめろと私に言っていた時のことだ。
刑事のファムがインターホンを鳴らし、レオが半分寝ぼけた状態でジムショーツと2年前のチリ料理コンテストのプロモーション T シャツを着てドアを開けた。彼はバッジを見て、私が直接見ていたらどんな顔をしていたのかと思うような反応を示した。驚きではなく、ファムが後で教えてくれたのは、認識だった。彼は、決して来て欲しくないノックを待っていた男の顔をしていた。レオは、毒殺未遂、保険詐欺、そして偽造の罪で逮捕された。彼は叫ぶこともなく、無実を主張することもなく、ただ静かになった。ファムは、その静けさが人々が考えているよりも一般的だと教えてくれた。計画を立てた者たちは、通常、沈黙するのだ。無実の者が叫ぶのだ。レオが逮捕時に発した言葉は、たったの4つだった。弁護士が欲しい。それは、私はやっていないでも、これは間違いだでもなく、まるで沈没した船から救命胴衣を求めるように。12分後、午前6時4分、警官たちはフレアの家に到着した。彼女は8分離れた場所に住んでいて、誇りを持っていた通りにあった。整った芝生、ポーチに掲げられたアメリカの国旗、ここには立派な女性が住んでいます、と言わんばかりの家だった。彼女はバスローブ姿でドアを開け、バッジを見た瞬間、恐怖に駆られてドアを閉めようとしたが、警官が足を差し入れた。フレアは、毒殺未遂の共犯として逮捕された。彼女は息子とは違い、叫んだ。間違いだと。私は嘘をついていた。彼女は自分のレオがこんなことをするはずがないと信じていた。近所のアガサ・ペルグロが午前6時にテリアを散歩させていて、彼女はそのすべてを目撃した。アガサは、フレアが10年間にわたって自慢していた、素晴らしく献身的な息子レオの話を知っている女性だった。カメラも記者も法廷のシーンもなく、ただバッジ、手錠、そして決して捕まることはないと思っていた二人が静かな火曜日の朝、別々の車に押し込まれる光景があった。これが本当の正義の姿だ。ドラマチックではなく、早く、そして永遠に続くものだった。交流中、二人の関係は急速に崩れていった。最初は同じ弁護士を雇っていたが、1週間後には彼は二人を解雇した。利害の対立があったため、彼らの防御は矛盾することが明らかだった。レオの主張は、母が私に強要したというもので、フレアは、彼が何をしているのか知らなかったと主張した。この二つのストーリーが同時に真実であることはありえない。弁護士は同じ法廷で両方を主張することはできないのだ。彼らはそれぞれ別の弁護士が必要になり、安い弁護士を探さなければならなかった。なぜなら、すべての資産が凍結されてしまったからだ。レオは保釈を拒否され、偽造された保険契約、秘密のアパート、署名された用罪の記録、すべてが計画性と逃亡の危険性を示していたため、彼はケントン郡拘置所でオレンジ色の服を着て過ごし、チリ料理の T シャツは着られなくなっていた。フレアの保釈金は50万ドルに設定されたが、彼女はそれを支払えなかった。彼女は息子から12分の距離にある拘置施設に座り、互いに連絡を取ることができなかった。しかし、本当の衝撃は、ファムが最後に私を病院に訪れた時に訪れた。彼女は古いケースファイルを持ってきていた。レーモンド・グティエレス、レオの父であり、フレアの初めての夫は、2011年3月に49歳で亡くなった。医療記録には、6ヶ月にわたる神経の進行的な悪化、痺れ、疲労、筋力低下、最終的には臓器の関与が記されていた。当時は毒物検査は行われておらず、彼は中年の男性で、知られた敵もおらず、妻は食堂の監督者、決して犯罪の容疑者ではなかった。事件は自然死として閉じられた。誰もそのことを二度見ることはなかった。ファムは、地元の検察官が完全な再調査を許可し、古い医療記録に基づいて法医学的な毒物検査が行われる可能性があると教えてくれた。彼女は慎重に言った。これはフレアがレーモンドを殺したということを意味するわけではない。しかし、パターンはあった。同じ症状、同じタイムライン、同じ過程。暗示がトラックに引かれるように私に襲いかかった。もしフレアが以前にこれを行ったのなら、彼女はレオを助けただけではない。彼女は彼に教えたのだ。お茶、
微量の服用、忍耐、ガスライティング。これは息子のアイデアに母が手を貸したものではなく、母の手法がレシピのように受け継がれたものだった。私が今まで聞いた中で最も恐ろしい家族の伝統だ。レオは私の上に立ち、演技をやめろと告げていたが、今はどこにも行けない牢獄に座っていた。そして、私に注目を浴びていると非難したフレアは、今、陪審員から想像以上の注目を浴びていた。毒殺が止まったことで、私の体は反撃を始めた。神経科医は、末梢神経は再生可能だが、ゆっくりと、月に約1インチのペースで回復すると説明した。5ヶ月間のメチレン塩素の暴露による損傷の一部は永久的なものかもしれない。私の足には常に痺れが残るかもしれないと伝えた。私はそれを受け入れることができると言った。私は生きていた。それはレオが思い描いていたよりもはるかに良いことだった。最初の2週間は最も辛かった。身体的にはなく、感情的だった。私はその病院のベッドに横たわり、夫が自分の寝る前のお茶で私を殺そうとしていたという事実を処理していた。それは挨拶状にするにはふさわしくないことだ。ハロマークには、あなたの配偶者があなたを毒殺しようとした、というセクションはないが、正直言ってそれはあった方が良いかもしれない。意外に売れると思う。しかし、私の体は回復していた。感覚が最初に戻ったのは状態だった。まるで血液が寝てしまった足に戻ってくるような、温かくチクチクした感じ。次に膝、そしてすね。3週間後、私は病院の廊下で初めて立ち上がった。4歩進んだ。ノエルが私の腕を支えて、再び泣いていた。しかし、今度は良い涙だった。4歩は大したことではないように思えるが、前回立ち上がった時は、夫が目を転がしている中でドライブウェイに崩れ落ちていたのだ。4歩はまるでゴールを渡るように感じた。私は歩き続けた。翌日は5歩、次は12歩、そして廊下の長さを歩いた。理学療法士は、私がスケジュールよりも早いと評価してくれた。それが嬉しかった。私はこれまでの人生で一度もスケジュールよりも早かったことはなかったから。私の足は完璧ではなかった。震え、左足は右足よりも弱かったが、機能していた。私を支え、誰も私に、演技するのをやめろと言ってはいなかった。法的な側面は、私が予想していたよりも早く動いていた。レオは一級殺人未遂、暴行、保険詐欺、偽造の罪に直面し、懲役15年以上25年の可能性があった。彼の雇用者はすぐに解雇し、過去2年間のすべての溶剤の使用記録を提出した。企業は、毒殺事件に名前が挙がることが代償になるとすぐに協力することが分かった。レオの安い代替弁護士は、司法取引を交渉しようとしたが、検察官は興味を示さなかった。フレアは殺人未遂の共犯として起訴され、2011年のレーモンドの死に関する調査が進行中だった。法医学者が最初の医療記録をレビューしており、検察官事務所は潜在的な掘り起こしを申請していた。もしその起訴が成立すれば、フレアの状況は悪化から壊滅的なものに変わった。彼女の代わりの弁護士は協力するように助言したが、彼女は拒否し、無実を主張し、レオがお茶で何をしているのか知らなかったと主張した。しかし、彼女の携帯電話のテキストメッセージはそうではなかったし、テキストメッセージはプレッシャーの下でストーリーを変えることはない。$35万の保険契約は即座に無効とされた。偽造の署名だけで、つの重罪だった。私の離婚弁護士は、緊急の解消と全資産の押収を申請した。ケンタッキー州の法律では、配偶者があなたに対して重罪を犯した場合、裁判所は財産を中間で分けず、あなたの方に分ける。家、貯金、共同口座のすべては私のものだった。レオが車の修理のために盗んだ$1200も私のものだった。回収したし、あの道で、14人の目の前でうつ伏せになった思い出がある場所には、もう住みたくなかった。ケンタッキー州ニューポトに、小さなアパートを見つけた。ノエルからはほんの12分の距離。特別な設備はない、1部屋のアパート。自分でお茶を入れるために十分なカウンターがあり、
午後の日差しが差し込む窓がある。クリニックに戻って働き始めた。通勤は変わらず、請求書も同じ、ゴールデンレトリーバーの歯科請求もそのままだ。でも、今は自分のお茶を入れることができる。時には、完全にお茶を飲むのをやめる夜もある。ただ、自分の好きなようにできるからだ。クリニックから、片目の猫を引き取った。感染症で左目を失ったオレンジの旅猫だ。彼の名前は、ベルディクト。直球すぎるかもしれないが、人々が微笑みながら首を振るような名前だ。気にしない。毎晩、ニューポトのアパートで彼は私の膝に座り、小さなエンジンのようにゴロゴロと鳴く。彼は自分の名前なんて気にしない。ただ、自分が選ばれたことだけを大切に思っている。時には、立ち上がれと叫ぶ人々が、実はあなたを地面に押し倒す存在であることもある。そして、本当にあなたの上に立っている人々を見抜くには、すべてを失ってしまう必要があることもある。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。私の他の素晴らしい物語が、すでに画面に映っています。どれか一つ選んで、すぐにお会いしましょう。